こんにちは、フィルトムの池です。フィルトムは常温常圧の海水淡水化を目指して北九州学術研究都市で先生方やユーザーの皆様に支えられながら開発を続けてますけれども、なぜ海水を真水に変える技術で生プラセンタが生まれたのか、不思議に感じる方もいらっしゃるかと思いますので、今日はその話を簡単に紹介したいと思いますけれども、実はですね、私は一番ここが面白い話なんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。フィルトムが目指している常温常圧の海水淡水化というのは、要するに温度も圧力もほとんどかけずに海水から真水を取り出そうと。要するにナトリウムイオンを取り除こうという技術なんですけれども、現在はですね、例えば蒸留法というたくさん温度をかけて蒸発させて水を得たり、あとは RO 膜法というものすごく高い圧力をかけて、海水からナトリウムを取り除くような技術があるんですけれども、ただどちらも非常に大きなコストがかかってしまいます。では、温度と圧力が必ず必要かというともちろんそうではなくてですね、一番わかりやすい例で言うと、魚のエラには塩類細胞というものがありまして、これがですね、効率よくナトリウムイオンを取り除いていますし、人間の体の、例えば腎臓にもですね、イオンチャンネルという、これもナトリウムイオンやカリウムイオンを行き来させることができるような特殊な機能を持った穴が開いています。で、逆にですね、水だけを通すアクアポリンというタンパク質もよく知られています。それらの機能を持つ細胞に共通しているのが超浸水性の膜です。つまり、水にものすごく馴染みやすい膜の表面にイオンチャンネルやアクアポリンが配置されているんですけれども、我々はですね、それを工業的に実現するために、まずはその基盤となる超浸水性の膜を完成させました。少し難しい言葉で言うとですね、相分離を起こさない分離技術と言えます。世の中の物質はですね、液体、固体、気体とですね、3つの相変化しますけれども、状態変化ですね。この相変化を伴う物質を取り出す技術というのは、すごく比較的簡単なんですね。要するに先ほどの蒸留法のように高い温度をかけて、蒸発させる液体を気体に変えることで水だけを取り出すというのは比較的簡単です。ただ相分離を起こす、相変化を起こすときにものすごく大きなエネルギーが必要なんですね。ですから今世界中で水不足が問題になっているのは、ものすごくたくさんの人口を支えるためにはですね、もっともっと低コストで水を取り出す技術が必要なんですけれども、私たちの体の中ではもともとそれを実現しているんですね。そこでまずは液体のまま常温常圧で成分を取り出すことができる、基盤となる超浸水の膜である PD 膜分離をまず我々が開発したわけです。そしてそれ以来常温常圧の海水淡水化を実現するためにいろいろやってるんですけれども、その過程でですね、いろいろといろんな材料を分離してみる過程の中で生プラセンタが生まれたり生ミルクセラミドが生まれてきたわけです。で、これですね、最初は私たちも偶然そういうものが生まれたというふうな表現をしてたんですけれども、ただ考えてみますと、その液体のまま水を取り出したり、栄養成分を取り出したりっていうのが、我々の体の中で行われててですね、それを模倣した技術として PD 膜分離を開発したわけですので、栄養成分である生プラセンタであったり、保湿成分である生ミルクセラミドが取り出せたというのは、当然といえば当然かもしれないです。これは私たちも後から気がついたんですね。すごく面白い仕組みだなと思ったんですけれども、ただ、私たちがですね、ものすごく頑張って遠い先を見据えて開発しててもですね、大自然では本当に結局は小さな営みなんだなと痛感しました。